本日はスピーカーのお話です。スピーカーを選ぶときにデザインを優先しますか、それとも音質を重視しますか。本日はデスクトップスピーカーで有名なオーディオエンジンの高級路線で知られる HD5 をご紹介します。みんな大好き A2 プラスワイヤレスは手に入れやすい価格となかなかの音質、そしてかっこいいデザインを備えていますが、果たして値段もサイズも大きな HD5 を聞くことに意味があるのかというのをサウンドチェックも比較してその進化を探っていこうと思います。はい、ということで皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。本日はですね、オーディオエンジンの HD5 というスピーカーですね。コペックジャパンさんよりレビューに送っていただきました。ありがとうございます。最初に簡単にスペックを紹介しておきましょう。オーディオエンジン HD5 は 150W 出力ハイファイクラス ABQ アンプを装備して5インチアラミドウーファーと 0.75 インチシルクドームトゥイーターを備えています。HD5 はウーファーにアルミダイキャストを採用しているということなんですね。このことにより素早いダイナミックを伴う拡張された低音レスポンスを実現しているということなんですね。Bluetooth 対応コーデックは aptX HD、aptX AAC、そして SBC に対応しています。付属品を見ておきましょう。左右のスピーカーをつなぐケーブル、これはバナナケーブルとなっています。電源ケーブル、AC アダプターはスピーカー本体に内蔵されているのでケーブルだけとなっているんですね。これが嬉しいですね。そしてリモコンが付属します。サイズについても見ておきましょう。幅 18.2 センチ、高さ28センチ、奥行き 19.8 センチ。A2 プラスワイヤレスですね。こちらは幅が10センチ、高さ15センチ、奥行きが13センチという感じですね。約2倍弱という感じの大きさになっています。HD5 をデスクトップスピーカーとして使う人がどれだけいるかは不明ですが、デスクに置いた感じも比較しておきましょう。僕のこのデスクはですね、幅が約140センチとなっているわけですね。で、メインモニターが32インチのものを使っています。で、さすがに A2 プラスワイヤレスの場合だと、まとまり感がいいというか、コンパクトに収まりますよね。HD5 をこのデスクに置いた当初こそ、ちょっと大きいかなと思ったんですが、使い始めて約2ヶ月弱ほどですけども、大きさはあまり気にならないですね。というか、このスピーカーの大きさから得られるメリットが大きすぎて、手放せない状態になっています。このあたりはサウンドチェックの時にも説明しますね。外観チェックしましょう。カラーはですね、ウォルナット、サテンブラックペイント、そして今回僕が使っているハイグロスホワイトペイントの3種類から選択が可能です。スピーカーはウーファーとツイーターから構成されているんですね。スピーカーエッジを取り囲むデザインが A2 プラスとは異なりますね。特にツイーター部分のデザインが異なります。本体の下には艶消しのメタルデザインでオーディオエンジンのロゴと銀色のプレートがあります。ボリュームコントロールが左スピーカーについているんですね。ボリュームコントロールは回すとカチカチと、カチカチっていうかコツコツっていう感じかな。ノッチを感じます。やっぱり前面にボリュームがついているのは便利ですよね。HD5 には着脱可能なマグネットグリルが付属しているんですね。磁石でピタッとくっつきます。このスピーカーグリルを装着した場合は、ブックシェルフスピーカーという通りですね。本棚の一角に置いたり、スピーカースタンドを設置しておくという場合には、かなりミッドセンチュリーを意識した装いになると思います。僕はですね、このウーファーやツイーターを見せたいので、グリルは外して使っているんですね。皆さんならグリルをつけますか？それとも外して使いますか？ぜひコメント欄で教えてください。オーディオエンジンの見た目って、僕の好きなデザインなんですよね。特にこのホワイト系の処理の仕方は、艶のある綺麗なホワイトなんですよね。余計な装飾もあまりなくて、シンプルでかつ主張しないデザインなんだけど、
しっかりね、スピーカーであるよということは主張しているという、そんなちょっと言うと難しい感じなんですが、要はね、好きなんです。背面をチェックしながら入力関係も見ておきましょう。入力系などね、主なものはすべて左側のスピーカーに集中しています。Bluetooth 用のアンテナ、ペアリングボタン、3.5mm ステレオ入力、光デジタル入力、ステレオ RCA 入力、サブウーファーを接続するためのステレオ RCA の出力、右側スピーカー用コネクタ、電源スイッチ、電源ケーブルコネクタとなっています。背面には大きく排熱処理用の羽も見えますよね。ちなみに右側スピーカーは左側スピーカーから接続するためのコネクターがあります。僕はですね、オーディオの専門家じゃないので個人的な感想になってしまうんですが、音の印象です。A2 プラスワイヤレスとの比較ですね。A2 プラスワイヤレスはまずですね、素直な音だと思いますね。この大きさからは想像できない豊かな音を出してくれます。改造感もいいと思います。一方ですね、A2 プラスワイヤレスだけで使っていると、低音部分がね、若干物足りなく感じるんですよね。僕のこの過去の経験だと、この物足りなさっていうのは慣れになってしまって、結局この音に満足しちゃうっていうことが、ありました。A2 プラスワイヤレスの音だけを知っている状態だと、このセットアップで十分に満足できると思います。ここにですね、S8 サブウーファーを足してみます。すると、今まで物足りなさを感じていたバスドラムとかね、ベースラインなんか突然目を覚ましたように鳴り響くわけですよ。S8 は低音部分のボリュームとか、それからどの周波数をサブウーファーで再生するかといった調整が可能なんですよね。サブウーファーの追加はね、かなり効果的だと思います。もちろん映画を見る場合でもサブウーファーの追加はかなり効果的で、映画の臨場感がさらにアップします。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜も、そして HD5 に切り替えるわけですが、解像感がさらに上がったステレオ感、透明感のある音をこのスピーカーは鳴らしてくれるんですよね。この HD5 の音を聞いた後に A2 プラスワイヤレスの音を聞くと、なんか若干曇りがかったような感じさえ受けるんですよね。この HD5 は筐体やこのウーファー部分が大きいだけあって、この音形をね、受けてると思いますね。大きな音を出した時もすごく自然に音を鳴らしてくれるんですよ。で、A2 プラスワイヤレスの場合だとスピーカーから音が鳴っていることをなんとなく感じ取ってしまう時もあるんですけど、HD5 の場合はスピーカーから音が出ているというような感じよりも本当に自然に音が鳴っている、そんなイメージがします。Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack
shed a tear because it's your birthday. Pop the cork, pour the flute, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another year. Raise your glass, it's time to have some fun. Happy birthday, yellow cake for another trip around the sun. Because it's your birthday. Coffee or tea, cream and sugar. Is it time to open presents? Friends and loved ones gather near. Raise your glass to another year. そしてこの HD5 に S8 のサブウーファーを足した時ですね、もうこれはやばい。これ低音がビンビンになってこう腹の底に音が鳴り響く感じになるんですよね。聴く曲にもよるとは思うんですが、リズムのメリハリのある曲は自然と体が動き出す感じですかね。男性ジャズボーカルの曲なんかでもボーカル全体がふくよかになるのと同時にウッドベースが奏でるベースラインなんかもかなりねはっきり太く目の前で演奏しているかのような感じになるわけです。ということでですね、デスクトップスピーカーとしては A2 プラスワイヤレスで入ってきてそこからのステップアップとしてサブウーファーを足すとそんな感じのバージョンアップっていうのは、セオリーなのかもしれませんね。しかしですね、一度でもこの HD5 の音を聞いてしまうと A2 プラスワイヤレスに戻るのは難しいかもしれません。もちろんね、聞く状況とか時間帯、それからどんな曲聴くのかとかによっても、自分がね、受ける印象っていうのは変わるんでしょうけど、正直ね、いい音なんて知らなきゃよかったという感じですね。もう一回言いますよ。いい音なんて知らなきゃよかったわけですよ。で、あれ？山カフェさん、そのセリフ以前にも言いましたよねっていう人もいると思います。はい。ちょっと前まで僕のデスクトップスピーカーはですね、ジェネリックというところの G1 を使っていたんですね。正直言うと音は良かったと思いますが、やっぱり見た目的にあれはあれでいいと思うんですけど、HD5 とか、もっとミニマリスト的なデザイン、シンプルなデザインの HD5 の方が好きです。あとはね、やっぱり出てくる時の音の違いっていうのは、僕はオーディオの専門家じゃないので、この辺は完全に趣味に振ったっていう感じなので、好きなの選んだよという、そんな感じですかね。皆様ね、どの構成が一番いいな、僕ならこの構成にするよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。で、結論としてはですね、僕は HD5 単体で使うことに今しています。で、サブウーファーの S8 は、そうですね、今はアナログレコードのプレイヤーとして A2 プラスワイヤレスと S8 のこの組み合わせが気に入っているので、この構成にしてデスク上は HD5 単体で使うと、そういう感じですかね。で、音楽を聴くことを中心にお届けしましたが、映画を見るときにもこのスピーカーの進化が発揮されると思うので、音に本気で楽しみたい方にもすごくおすすめできると思います。今回ですね、スピーカーと一緒にスタンドも送ってもらったので紹介しておきます。DS2M デスクトップスタンドですね。この形状は A2 プラスワイヤレスでもおなじみですね。同じようなスピーカースタンドあると思いますが、デスクの上でスピーカーを約15度傾斜つけてくれます。本体の素材はスチールですね。振動を抑えるためのフォームアイソレーションパッドがついています。スタンドを使うことでスピーカーに角度がついて、音が耳に届くためのセットアップということについては最適じゃないでしょうか。本質ではないことを分かっていてあえて言いますが、このスピーカースタンドがあるとないとでは、デスク上の見栄えも変わってくると思います。もしですね、HD5 の購入を検討されている方がいれば、このスタンドも一緒に購入することを検討してみてはいかがでしょうか。気になる点が1点だけありますのでシェアしておきましょう。
この HD5 ですね、入力に USB 入力が欲しかったなと思います。HD5 をですね、デスクトップスピーカーとして使う人がどれだけいるかというのは不明ですが、Mac や PC と接続するときに、せっかくの高音質は有線接続して聞くっていうのがいいなと思っているので、Mac とね、ダイレクトにつなげると良かったですね。で、僕は今どういうふうにつなげてるかというと、同じくオーディオエンジンの D1P というですね、ヘッドフォンアンプをつなげているんですね。これはちょっと話ずれるんですけども、この D1P はですね、USB-C の接続ができて、ヘッドフォンとスピーカーを切り替えられるんですよね。シンプルにスピーカーから音を出したいという人にはちょうどいいと思っています。で、このアンプは USB-C の端子を持つ iPhone とか iPad にも接続ができるので、コンパクトに高音質を実現したい人にはめちゃくちゃ重宝するんじゃないかなと思いました。もちろん電源不要で USB からのバスパワーで駆動します。最後にお値段チェックしておきます。スーパーコペックのサイトでチェックしています。Amazon でも販売しているので気になる方は概要欄をチェックしてみてください。オーディオエンジン HD5 ワイヤレス、お値段が 95,480 円となっています。ちなみにですけど A2 プラスワイヤレスは 49,20 円なんですよね。そして S8 のお値段が 52,470 円なので A2 プラスワイヤレスと S8 の組み合わせだと 93,390 円という感じになるわけです。この差が2,090 円ぐらい、2,000円ちょっとですね。どういった構成にするかというのはその人の聴く音楽や状況にもよりますが、この値段が一つ参考になれば幸いです。ちなみにスピーカースタンドの DS2M は 7,700 円となっています。ということで、オーディオエンジン5、ということで、オーディオエンジン HD5 ワイヤレスがすごいよというお話でございました。オーディオエンジンのスピーカーのラインナップって結構あってですね、どれ選んでいいかわかんないよという人もいるかと思います。一応ね、早見表的なものを作ってみたので、よろしかったら参考にしてください。概要欄にね、からダウンロードできるようにしておきました。ということで質問ありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。